お茶の色の変化がぐっと見られるようなお茶のビールでございます。上からほうじ茶をかけていきます。嬉野茶ってこうすごいんじゃないかなみたいなことが、少しずつ分かっていったりとか、僕も全然農家になろうとも思ってなくてですね、彼は全くその業界じゃないところから来てるので、その見方とか発想もあるので、我々も気づくことも多いですし、相乗効果かなと思ってますね。で1年間一生懸命育てたお茶が全部失われるみたいなことが全て抜いてからまた植え替えをしていくっていうのが、これがだいたい40年か50年ぐらいのサイクルで、さまざまないろんなお茶の特徴があるので、味のキレっていうところ、あまりにも甘すぎると癖にならない。こんな感じが一番いいかなと思いますけど、でも今は本当に身近にお茶がなりすぎてる分、その魅力に気づかないみたいなことが多いと思うんですけど、僕だったら海外に行って分かったことではあるんですけど、こういうふうな夜にお茶を飲むだったり非日常っていうのを体験いただくことで、良さもう一度気づいていただけるんじゃないかなというふうな思いがあります。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。松田次郎と申します。よろしくお願いします。何をやられてる感じですか？職業は茶農家、お茶農家をしつつ、そのお茶が飲める喫茶店を運営しております。おいくつですか？32歳。32、若いですね。はい、嬉野は結構、特に僕同い年ぐらいの生産者も結構いらっしゃってて。そうなんですね。はい、結構フレッシュな感じで。フレッシュですね。はい、畑はこちらの畑です。こちらですか？この辺りがだいたい標高でいうと250メートルぐらいの場所で、山にあるってことが嬉野茶の一番の特徴ではありまして、超盆地地形になってるんで、冬は寒くて夏は暑いよっていう、いい意味で人間もそうですけど、ストレスがあると強くなるところがあると思うんですけど、お茶の木もそうで、出てくる芽がすごく充実した芽が出てくるというふうに言われています。このちなみにあそこの風車みたいなのは、はい、あれは上から暖かい霧を起こして霜を降らせないようにする機械、防霜ファンっていう名前ですね。防ぐ霜のファンって書いて防霜ファンって、これで新芽が出てきた時の芽って産毛があるような柔らかい芽になるので、霜が降ってくると霜焼けを起こしてもう葉っぱが枯れていく。1年間一生懸命育てたお茶がその一夜の霜によって全部失われるみたいなことがあるので、あれは本当に守り神みたいな存在ではあって、はい。なるほど。今でいうともう作業はもう、例えば枯れ葉とかがこの時期乗ってきたりするんです、でこれが日光を遮ったりとか、摘み取る時のやはりゴミにつながったりもするので、こういうのを取ったりする作業は今はあります。なるほど。はい。面白いことにかき分けると、日光当たりたいと思うので、植物がですね、で自分で光を吸収しやすくするために、自分の体を黒くしていくんですよ。でそうすることで養分がすごく溜め込まれていくようになっていて、味わい深いお茶が取れるようになってくるんですよ。こういう風なちっちゃいこのつぼみがあると思う。これが今年の新芽ですね。これが今からゆっくりゆっくり膨らんできて、お茶を摘むのは、4月の大体後半ぐらい、4月の20日以降ぐらいに摘みます。大体年間で4回ぐらいの摘み取りを行うのが平均ですけど、この畑に関してはもう一番茶だけを摘み取るっていうふうにも決めていて、やっぱり何回も切り落とされてると回復するの力を使ってしまうので、美味しさにつながりにくかったりとか、病気が入りやすかったりとかもあるので、無駄にハサミを入れずにもう一番茶にだけ特化したお茶の作り方っていうのをここでは実践している畑です。じゃあ芽が出始めて2ヶ月2ヶ月ぐらい。その間その間はもう今からはこの時期からもうどんどん肥料を入れ込む時期になっていくんですね。味を入れるっていうふうには言われる方もいらっしゃるんですけど、本当に農家によってもこれって全然違う肥料の与え方になってきますし、嬉野だと豆腐が有名ですけど、豆腐のおからを使う方もいらっしゃいますし、僕はどちらかっていうとうまみに特化したお茶を作るためにどういうふうな肥料を入れていくかっていうのを考えるっていう。
師匠のお茶がものすごく美味しかったっていうところから始まってるので、はい、それをまずは真似してから自分なりに今アレンジしていこうなかなっていうと。どういう系の肥料ですか？は、たくさんいろいろ種類はありまして、それは秘密ですか？はい、いえいえ、あるんですけど、動物性の肥料、あとは魚介系ですね。結構うまみにつながりやすいアミノ酸系の肥料なんですけど、わかめとかイカの内臓を発酵させて作ったものだったりとか、ただお茶はそんなにイカの味がするとかそういうことはないんですけど、お茶のうまみにつながる、美味しさにつながるような肥料を与えている。この中の方まで栄養を巻いていくっていうか、実は畑の中ってもうほとんど全てがお茶の木の根っこで埋まっているような状態になりますんで、もう本当にここに肥料を与えても大丈夫です。もう、はい、お茶の木って面白いことにこう抜くとですね、根っこの方が大きかったりするんですよ。すげえ。これは僕の畑ではないんですけど、はい、植え替えをしてる植え替えですね。これがお茶の木で上の方ですね、この辺からもうほとんど根っこになっていくんですけど、この下にもドーッとまた根っこが生えていて、全て抜いてからまた植え替えをしていくっていうのが、これがだいたい40年か50年ぐらいのサイクルで、まだまだ全然お茶も美味しく取れるはするんですけど、人間の舌も変わっていくので、その舌に合わせて品種改良が行われていて、いちごでいうとこうあまおうとかとちおとめとか出てきたと一緒で、お茶にもさえみどりとかそういういい品種がたくさん出ていっているので、たくさん植え替えをして今いらっしゃる。はい。新しく植えていったところ、上側だとあれが去年植えた、これが一昨年植えた茶畑になりますけど、まだちょっと収穫まではいけない。またこれから3年ぐらいするとお茶が取れ始めるので、1回植え替えをするならばその間は5年間収穫が全くできなくなるっていう、そういうリスクがありつつずっとこうやり続けるっていうのは、僕も全然農家になろうとも思ってなかったんですね。僕は長崎県の佐世保市っていうところに生まれてて、実家が旅館をしてたのでもう毎日のようにこうお茶に触れる時間とかがあったりして、知らないうちに飲んでたんですけど、カフェをやりたいっていうのがもともと夢だったので、コーヒーをずっと勉強して海外に行ってたりとかもしたんですよ。で海外に行ってる時に大体5日目ぐらいからわけのわからないぐらいお茶ロスになってくるっていう毎日飲んでるお茶が飲めないっていうことがこんだけなんか大変なことだったんだって、ジャパニーズストアとかに行ってお茶を買うわけですけど、それが結局多いお茶とかの普通のパッケージとかで1000円とかで売ったりする、そういうのがあったりして、すごいお茶ロスになって、日本に帰ってきて、でひょんなことでも通訳の仕事でお茶農家さんの話を通訳しないといけなかったんですけども、こういうふうにこう話進んじゃってみたいな、はい、もう完全に飲み込まれたというか、はい、お茶の世界に飛び込もうって言って大学卒業してそのまま、はい、で最初産地を回ってみようっていうのでぐるーって回って、でいろんな産地を回ってる中で、やっぱりいろんなお茶を飲みつつ体験しつつだったんですけど、ここの、茶畑を持ってらっしゃる、もともと持ってらっしゃった副島さん、副島園っていうところに、弟子入りをするっていうところから、それが10年前。もともと飲んでたお茶っていうところもあって、嬉野茶一番好きだよねっていうところもあるんですけど、お茶作りのストイックさ、嬉野そういう方が多いなってすごいイメージがあって、嬉野茶ってこうすごいんじゃないかなみたいなこと、なんかそういうところでじゃあもう一回勉強してみようって思って戻ってきたっていうのが嬉野で始めた経緯ですね。ここが製茶の工場で、私の、師匠の工場をそのまま僕も一緒に使わせていただいてるんですけど、今僕の喫茶店で使うためのお茶を今焙煎してまして、こういうようなレトロの機械で見ることもあんまないと思いますけど、直接的な火の香りがあって癖になるようなお茶が出来上がるんです、まずこれが、お茶がもう摘まれて乾燥された状態、これを荒茶という名前になります。コーヒーでいうと木豆ですね。ここからどういうふうに仕上げていくかっていうのも農家だったりとかお茶屋さんの特徴が出やすいところになります。時間と温度を見ながらずっと調整していくんですが、ほとんどはやっぱりここの煙の中で香りを嗅いで判断することがほとんど。農家さんは本当に国家資格持った方がいいと思うぐらいの、なんかそれぐらいやっぱり感覚的なものが重要になってくるので、10年はしてますけど全然まだまだ本当に分かっているものと分からない部分もまたありつつ、日々
ろんなことを師匠に教えてもらいながらやっている。はい。お世話になります。すいません、お世話になります。はい、2人でされてるって聞いて。一応少し私の父もやってるんですけど、基本的にはもうこの2人で農作業やってます。うちに来て10年くらいになるので、もう一通り農業のことも販売もほとんどできますし、まあ、うちとしてはもうなくてはならない。今の副島にがあるのは彼のおかげだと。彼は全くその業界じゃないところから来てるので、そういったその見方とか発想もあるので、そういったところは我々も気づくことも多いですし、まあ、相乗効果かなと思ってますね。はい、家族承継じゃないとなかなかできない商売なので、まあ、そういった中でも来ていただいたのはありがたいと思います。これが焙煎前のおい、なんか色がね。色がはいはいはい。焙煎するとこの色になる。なるほど。これ何茶になるの？ほうじ茶。切る機械。型をきれいに揃えることで見た目がまたきれいになるのと、はい。これお茶を切ってるんですね。そうです。今お茶を切ってる。お疲れ様です。次は何をされる感じですか？よかったら次はブレンドだったりとか試作をしてるところがあるので、よかったらそちらをご覧いただければなと思います。こちら僕のお店でそこで試飲をしております。ここはバーで使うお茶だったりとか、あとは商品の開発をする際にここでブレンドをしていろんな試飲をしている場所になります。今から言ったらお店の仕込みを始めるって感じですか？そうですね、お店の仕込みもありつつ新しいお茶もいろいろ開発するので、今日は2種類の茶葉をブレンドしていくんですけど、さまざまないろんなお茶の特徴があるので、これは甘みの強いお茶を今入れていまして、そこに渋みがあったりとかキリッとするようなお茶をブレンドしていきますので、はい。今日の熱湯をそのまま注いで、熱湯で入れると全ての成分が出てくれるので、まずは熱湯でバーッと今出した状態です。こえて置くのには理由があるんですか？そうですね、全部まず出し切るっていうところですねが一つと、あとはビーカーに移して色を見ています。お茶を試飲するときは必ず白背景、白に通すとお茶の色がまた綺麗に見えますし、色が鮮明に見えるので、その欠点とかも見えやすいので。このままで美味しいんですけど、もう少しキリッとしたものを入れた方がいいので、品種をもう少しプラスしてあげるみたいな感じです。比率がどんどん変わっていくんで、メモしながら
まあ、50と50だったんですけど40、60に変えたりとか。なるほど。何がこの5対5と6対4の違いなんですか？味のキレっていうところ、あんまりにも甘すぎると癖にならない、お茶の癖にならないので、やっぱりお茶の美味しいところって最後にちょっとくる渋みみたいなところがあるので、最後にそこのキリッとしたところを目指している。こんな感じが一番いいかなと思いますけど。なるほど。はい、お茶を飲む時にただ単体でその品種一つだけの品種を飲むとそれもそれで楽しみもありつつなんですけど、やっぱり毎日飲むお茶っていうのはやっぱり癖があって毎日でも飲み続けたいなって思うようなお茶になるので、味の度味噌を作ってあげることで渋みが好きな人もいるし、甘みが好きな人もいるし、やっぱ香りが好きな人もいるし、まあ、どんな方が飲んでも毎日こう飲み続けたいなって思えるようなお茶を目指しているので、そのブレンドの比率をまあ、少しの差ではあるんですけど、僕の多分エゴみたいなものにはなってると思いますけど、毎日飲む方にとってはやっぱりちゃんとしたブレンドで提供してる方がいいのかなっていうふうには思ってます。こちらは、ここは和楽園っていう嬉野温泉旅館でございます。僕のお茶のショップが実は和楽園の中に、はい、ありまして、ご紹介します。私が作ってるお茶をほとんど全ての種類販売している場所になります。さっきブレンドしていたようなお茶がこういう風な特上のお茶に変わります。私のお店も和楽園さんの土地の中に敷地内にあるんですけど、そうなんですね。はい、ここを拠点に茶屋次郎が、運営しているという感じです。はい、なるほど。ブランドのイメージというか、はい、こうコンセプトみたいなのがあったりするんですか？そうですね、もう見ていただいたら分かると思いますけども、黒を背景にしていて、はい、本当だったらここって緑とか多分白になると思うんですけど、そうですね、イメージお茶って言ったら緑いつもとはちょっと違うお茶かなっていうふうに特別感とかですね、日にちを感じてもらうようなそういうふうなパッケージの作り方とかさせていただいております。こちらはこの温泉旅館和楽園の、息子さんであられます下田さんです。僕がお店を始めた時から本当に一緒に伴走していただいてて、はい、年齢も比較的近く結構同世代の方で嬉野ですごく躍起的に頑張られてる方がいるなっていうのがすごい最初の印象だったんですけど、これだけこう思いを持って自分のやりたいことっていうところでお茶にこう見出されて、それでこう嬉野の地を選んでいただいて、でこう嬉野を盛り上げていきたい、嬉野茶をこう自分のなにわいとしていきたいっていう思いが描かれたのっていうのはすごい方だなっていうのが本当こうちょっと褒めすぎですね。いや本当にすごい褒めすぎだ。嬉野のお茶というものを表現していくっていう時に、私どもも今までお茶風呂やって茶染めやってお茶の料理やってていろいろやってきたんですけど、やっぱりこうお茶をこう手間暇をかけてで心を込めて育てていらっしゃる方からお茶を直接こう届けていただける機会ってこれ以上の体験ってないと思うので、すごくお話をいただいた時からワクワクしながら楽しみにオープン当日を迎えたという形ですね。5年近くになるんですけれども、今お客さんがたくさん来ていただけるようなバーになっています。いらっしゃいませ。
先ほど見ていただいた畑で採れたお茶を今からお入れしようと思いますけど、いかがでしょうか。お願いします。はい、わかりました。お茶の旨味を感じていただくために冷たいお水だけで抽出していきます。器はこちらでございます。ひとしずくの器といって、このお茶を飲むためだけに有田焼の作家さんに作っていただいた器でございます。いわゆる味見皿でこうやって出汁を取ってこうやって飲むと思うんですけど、そこが原点にはなってて、お茶もやっぱり出汁のような旨味っていうのがあるので、それをもっとこう特化したような器ができないかなっていうので作り始めたのがこのひとしずくの器です。ぜひいつもとは違うお茶の側面をここで感じていただくと嬉しいですね。こちらに全てまず移して味を全て統一させます。お入れいたします。少量のお茶ではあるんですけど、嬉野茶のこの味の濃ゆさっていうののポテンシャルを感じていただけるようなお茶になります。濃い匂いがします。そうですね。お茶の甘い香りがしてきて、すするような感めちゃくちゃ濃いですね。そうですね。でもえぐみとか渋みがあんまり感じないような、本当にお茶の美味しいところだけがぎゅっと詰まったようなお茶になっていればなと思います。次は先ほど出なかった成分を出していくためにお湯の温度を急激に上げていきまして、今は80度まで測っています。先ほど出なかったお茶の成分、すっきりとしたキリッとした成分が出てきます。こっちのお茶の方がいつものお茶感がすごくします。そうですね。やはりこういうふうにお湯で出すといつものお茶感が出てくるんですけど、一番最初に入れた時の味と残っていく風味の味ってちょっと全然違うなという。はい。だから品種を混ぜたりすることで香りが2層になったり3層になったりとか、そういうところ面白いですね。お茶だけではなくて、お茶のカクテル、ティーカクテルっていうのもご用意をしておりまして、当店でも人気のカクテルがあるんですけど、ほうじ茶ハイボールまずはお作りしたいと思います。ほうじ茶ハイボールはまず先にほうじ茶を抽出するところから始めていきます。熱いお湯で今ほうじ茶を抽出しておりまして、最初は香りをお楽しみくださいませ。ほうじ茶ハイボールでございます。上からほうじ茶をかけていきます。ほうじ茶の香りとこのピントの燻製香の香りのマリアージュをお楽しみいただきながらお召し上がりください。ウイスキーを作る段階で燻製をしたりとか火の香りをつけていくっていう段階があるんですけど、ほうじ茶は全く同じで葉っぱに焙煎をして火の香りをつけているっていうところから発想を得たんですけど、ほうじ茶が入るとウイスキーの角が取れて飲みやすくなるっていうところが分かりまして、そうするとごくごく飲んでいただけるような危ないカクテルになるという続きましてはお茶の色の変化がぐっと見られるようなカクテルです。名前は茶ビールというお茶のビールでございます。ビールにお茶をするんですか？そうです。色が変わります。一瞬で変わります。茶ビールでございます。最初にビールの麦の香りが来て、鼻から抜ける香りがお茶の香り。抹茶ビールっていうのもいろんなところで見かけたりもするんですけど、嬉野はもう煎茶に特化した産地になりますので、抹茶のビールよりも煎茶のビールの方がスキッとして飲みやすくなるという特徴があります。ごくごく飲むには煎茶の方がおすすめかなというふうに思います。
当園で作っている水出しのお茶を入れていきます。もうほとんど水は入ってなくて、使う日本酒は東町といって嬉野の地酒を使用しています。非常に旨みがある日本酒でございます。非常に旨みの強い日本酒と私が作っている旨みの強いお茶を合わせた旨みと旨みの組み合わせのカクテルでございます。で基本的にはお酒にお茶が入るとお酒の角が取れる性質があるので、私たちの作るカクテルはほとんどが飲みやすくなるというようなカクテルです。本当に日本人って知らないうちにずっとお茶を飲み続けているんですよね。例えば、弁当持ってきたよって言ったら必ず隣にお茶がついてくるっていうような、もうおにぎり買ったらコーヒーじゃなくてお茶でしょっていうような、本当に昔から知らない間にずっとお茶を飲んでいて、それがパタッとなくなるとすごい不安になるっていうことが分かったんですよね。でそこからやっぱりお茶に興味を持ち始めたっていうのもあったんで、やはりこの日本人がお茶の英才教育を受けているんじゃないかなっていうふうに思い始めてきてて、もう知らないうちにずっとお茶の舌が鍛われているみたいな、そういう感覚があるので、でも今は本当に身近にお茶がなりすぎている分、その魅力に気づかないみたいなことが多いとは思うんですけど、僕だったら海外に行って分かったことではあるんですけど、こういうふうな夜にお茶を飲むだったり非日常っていうのを体験いただくことで良さ、もう一度気づいていただけるんじゃないかなというふうな思いがあります。どうしていきたいか。そうですね、私はもう大げさに本当に非日常を作ろうっていうところをテーマにしているので、お茶を飲むような場所じゃないっていうような場所を作る、あとは本当に来ていただいたお客様が今のお茶よりももっと驚きを感じていただくようなお茶作りっていうのができるかなと思いますので、まだまだ日々精進ではあるんですけど頑張っていかないと